こんにちは、K です。今回は画材を組み合わせた風景、絵を描いている風景をスケッチしましたので、私なりの描き方を紹介いたします。物単体だけで描くのもいいと思うけど、物と物を組み合わせると、ちょっとしたね、風景画のようになるので、スケッチの練習にはぴったりだと思います。なので今回は画材という絵を描く道具たちを組み合わせたものを描いてみようと思いました。スケッチを始めたばかりで何から描いていいのかわからないと思っている人は今回の紹介するスケッチが参考になりましたら大変嬉しいです。それではスタートです。今回はラフを描きました。私の思うラフはだいたいこの位置にこれ描くよという目安の線となります。なのでラフの線通りにペンで線を描いていくっていうわけではないので大雑把で OK です。あくまでもラフの線は参考にしてペンで描いていくということになります。今回のスケッチはホームページのトップページだったり YouTube のバナーイラストにも使っているイラストとなります。それではミリペンを使ってペンで線画を描いていきます。最初は手から描いていきました。描き始めるところは自分がなんとなく描きたいなと直感で思ったところから描くのがいいかなと思います。なので私は今回手から描いていきたいなって思ったので手から描いていきました。ペンのようなまっすぐね線のようなところを描くときは利き手じゃない方の手で紙を少し浮かせた状態にして指で線を描くところを後ろから支えながら描く。そうすることで少しばかりはまっすぐ線がね描ける気がしております。手から描き始めたのもありペンと手の線が重なっているところがあるかと思いますがそれぞれの線として描いているので気にしないで描いていくので OK です。多少の線同士が重なっているような状態は失敗しちゃった線とはねあまり感じずに気にならないかなと思います。もし気になったら後々修正液で消せばいいだけなので気にしないでここは書いていきましょう。手の部分が書き終わったので続いてスケッチブックを書いていきます。最初はスケッチブックの枠から書きました。スケッチブックなので厚みがあると思います。なので枠四角に見えると思うんですけれどもその四角の右側と下の部分を付け足すような感じで書いてあげると厚みのようになってそれがスケッチブックっぽくなると思います。そして今回のスケッチブックはリングタイプのスケッチブックとなるので紙に当たる部分に小さい四角を描いてそこにリングを通してあげるようなイメージで円をね描くような感じで追加して描いていきます。この描いてる時のことをあまりちょっと思い出せずに申し訳ないんですけれどもリングの数は一応数えてそれっぽい数で描いた気がしております。だけど本当の数とずれていても全然 OK です。だいたい合っていれば OK のスタンスで描いていきましょう。このリングの穴もね数も多いのでその細かいことを気にしていたら描き切ることが難しいと思うのでそういったスタンスで描いていくと気持ちが楽になると思います。ここでスケッチブックのお話となったので今回使っているスケッチブックとペンの紹介をさせていただきます。スケッチブックはお夫婦さんのスケッチブックとなります。ミリペンはサクラクレパスさんのピグマペンとなります。ペンを持っている手とスケッチブックが書き終わったので水が入っているコップを書きました。次に水彩絵の具を描いていきます。紙の向きはそのままでも大丈夫ですが今回はなんとなく描きづらいと感じたので自分が描きやすいと思った向きにして線を描いていきます。水彩絵の具もスケッチブックと基本的に描き方は一緒で枠から描いていき細かいところを描いていくスタイルで描き進めていきます。スケッチの参考にしたお写真はこちらとなります。実際に絵を描き始めるところをお写真に撮りました。手をなしバージョンにするならペン線画の時に実物を見ながらでも
なんとなく描けるかなと思います。ここに出てきてないもので色塗りをするなら、色塗りも実物を見ながらでもできるのかなと思いますが、私はこの道具たちを使って色塗りをするので、お写真に撮ってお写真を見ながらペン線画と色塗りをしました。よちいささんは今回の私と一緒で複数の絵の具をね持っている方っていうのはね少ないかなと思うので、お写真を撮ってスケッチするのがいいかなと思います。絵の具の四角は大きさに少しばらつきを感じるかもしれませんが、それで OK です。スケッチの参考にするお写真を見ながら、なんとなくバランスを見ながら描いていくのがいいかなと思います。水彩絵の具がだいたい描き終わったら、水彩絵の具の周りの筆や水彩線も描いていきます。描くものが少し多いなぁと感じるかもしれませんが、よく見ると物を一つずつ描いていってるだけだと思って頑張って描いていくのが描き切るためには大事かなと思います。大枠から描いていき、細かく描いていく感じでね、一つ一つ完成させていきましょう。すべてのものが描き終わったら、明らかに濃い影だなと思う部分は線で描いておきます。影の色を少し広範囲に塗るぞって思うところ、例えば絵の具の下やペンの周り、スケッチブックの厚みのね、下の部分などは線で影を塗るところの枠を描いておきました。これにてペン線画が完成しました。ラフの線を消して色塗りに入っていきます。色塗りは水彩絵の具と水彩ペンを使っていきます。最初は水彩絵の具を使って塗っていきます。水彩絵の具はインズ&ニュートンさんの水彩絵の具となります。まずは影の色を作って塗っていきます。使った色は濃い青のウルトラマリンと茶色のバントシェンナを混ぜた色となります。ペンを持っている手の影になっていると感じたところから塗っていきました。そして先ほどペン線画の時に影が広範囲で塗るだろうと思って線で影の枠を描いたところですね。スケッチブックの厚みの下のところ、こちらに思い切って枠を塗る感じでね、塗っていきます。影の色が足りなくなったので追加で色を作りました。なんとなく同じ色を目指して作りました。追加で作った色も先ほど作った影の色と同じで、濃い青のウルトラマリンと茶色のバーントシェンナを使って色を作りました。最初にパレットに乗せたウルトラマリンの量が少し少なく感じたので、追加でまたウルトラマリンを混ぜて色を調整しながら作っていきました。それをまだ塗ってないところの影を感じる部分に塗っていきます。コップの水にも影の色を塗りました。コップの水は右側下の方を中心に色を塗ると水が入っている感じというかが表現できるかなと思います。要するに上の部分は光が反射しているように見えるので、影の色は下の方につけてあげると光と影が表現できるかなと思っております。影の色がだいたい塗り終わったので、少し先ほどとは違う色の影の色を作っていきたいと思います。新しく作った影の色は今塗ってある影の色に塗り重ねていきます。
パレットにある影の色の絵の具はほとんど残っておりませんが、こちらのねパレットに明るい青のセルリアンブルー、黄土色のイエローオーカーを混ぜて色を作りました。試し塗りもしてみましたが、もう少し青みのある色にしたかったので、色をさらに追加します。追加で混ぜた色はセルリアンブルーと茶色のバーントシェンナを混ぜました。青の割合が多くなった色が作れたかなと思います。少しくすみを感じるような青の色が作りたかったので、追加で色を調整して良かったなと思っております。こちらをコップの色に塗っていきます。コップの色はもともと最初に塗った影の色が塗ってあるけれど、上から重ねて塗っていって全然 OK です。今コップの色に塗った色がまだパレットに残っているので、そこにさらに濃い青のウルトラマリンを混ぜて色を作りました。その色を筆を拭く用の布巾の色に塗り重ねていきます。布巾の色もグレーだけど少し青みを感じるグレーだったのもあり、少し青みをね追加しました。コップや布巾の色は最初に塗った影の色のグレーだけでも OK な部分ではありますが、少しだけでも色を変えてあげることで一つ一つのものとして際立ったかなと思います。影の色が塗り終わったので、ここからは色を感じるところに色を塗っていきます。パレットに残っている青っぽいグレーがあったところにさらに青のウルトラマリンを足して色を作っていきます。試し塗りで濃いめの青となっていることを確認しました。こちらでペンの色の青い部分を塗っていきます。青い部分が塗り終わったら、ペンのキャップの金属の部分を塗っていきます。明るい黄色のレモンイエローと黄土色のイエローオーカーを混ぜて色を作りました。金属系の色は色を作るのが難しいかなと思うのですが、実物よりも黄色みが強いというか、鮮やかな色で塗っても馴染むと思います。キャップの下の方、紙に挟む方ですね。こちらは色が少し影になっているので、少し色を変えて塗っていきます。塗った色はパレットに残っている青を今作った黄色の色にね、少し混ぜて作った色となります。そうすることで、ほんの少し色にくすみが出て、影の色が混じったような印象になるかなと思います。ペンが塗り終わったので、次は手の色を塗っていきたいと思います。まずは爪の色から塗っていきます。使った色は赤オレンジのような色のカドミウムレッド。そこに白のチャイニーズホワイトを多めに混ぜた色となります。爪が塗り終わったら水の量を多めにして手全体にも塗っていきます。水の量を変えるだけでも色の変化を出すことができるので、水彩絵の具の色塗りのね、面白いところだなと思います。手が塗り終わったので、続いて画材の色を塗っていきます。先ほどペンのキャップを塗った色がパレットに残っているので、まずはその色を使って筆の毛の部分、後ろにある金属の部分を塗っていきます。筆の先が塗り終わったので、次に筆の持つところを塗っていきます。筆の持つところは明るい青を感じるので、ダイレクトに明るい青のセルリアンブルーを新たにパレットに取ってそれを塗っていきました。鮮やかな色を塗りたいときは絵の具をそのままの色で塗るのはおすすめです。次に水彩ペンで色を塗っていきます。水彩ペンの先の部分はダイレクトにその色の水彩ペンで塗っていきます。ちなみに水彩ペンは呉竹さんのジグクリーンカラーリアルブラッシュを使っております。続いて水彩ペンの下のホワイトペンの色を塗っていきます。ホワイトだから色を塗らなくても OK な部分だと思いますが、ホワイトといえど少し色を感じるので塗っていきます。何も色がないパレットのところに白のチャイニーズホワイト、そこにもともとパレットにある黄色の絵の具をほんの少し混ぜました。クリーム色のような色となるので、少し温かみのある印象が作れたかと思います。続いて水彩絵の具を塗っていきます。水彩絵の具は水彩ペンのペン先の部分と一緒で、該当するその色をダイレクトに塗っていきます。絵の具の色をそのまま塗ることで、色見本みたいな役割もできると思います。水彩絵の具の色見本を作りたいなって考えている人は、画材をスケッチしてみるのは、こういった意味でもとってもおすすめです。
水彩絵の具の色が塗り終わりました。全体の色のバランスを見ると、マスタードの水彩ペンの色が薄いと感じたので、追加で色を足しました。画材の色が塗られたのもあり、もう少し手の肌色を濃くした方がバランスがいいと思ったので、肌色の水彩ペンを使って色味を調整していきます。使った水彩ペンはナンバー071ナチュラルベージュとなります。最後にコップの水の部分、青の絵の具を追加して水っぽさを表現しました。これにて色塗りが完成です。無事にスケッチが完成しました。今回は影の色をうまく活かしながら色塗りができたかなと思っております。今回は画材を組み合わせた風景、絵を描いている風景のスケッチから私なりの描き方を紹介させていただきました。風景画とはよく見ると物と物の集合体となります。なので風景画を描きたいと思っているスケッチ初心者さんはまずは物を一つ描いてみる。それから2つ物を描くのように徐々に物を増やしていくっていうのが絵の練習になると思います。なので画材をスケッチしてみるのはおすすめです。そして今回紹介した私の描き方が少しでも参考になりましたら大変嬉しいなと思っております。YouTube ではこんな感じで私のスケッチを発信しております。これからの発信にも興味を持っていただけましたら、ぜひチャンネル登録をよろしくお願いいたします。そして今回の動画やスケッチが良かったよって思っていただけましたら、グッドボタンも押していただけたら大変励みになります。書いてほしいものとか話してほしいお話などありましたら YouTube のコメントで教えてください。今回の動画は以上となります。ここまで見てくれて本当にありがとうございました。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。またね。